この会議室のことは覚えているわ。この席はテレジアのために開けられているのかしら。いいえ、私はいらないわ。テレジアはもう戻らぬ旅路に着いたわ。残された私は文明の存続の中に存在するプログラムでしかない。アーミアの思いがあったからこそ私はこの姿で現れたの。テレジアとは別人よ。たとえ私にかつての記憶がすべてあったとしてもよ。これからはアーミアのそばにいるし、ロドスのみんなとも共に過ごすつもりよ。こんなことではとても過去の埋め合わせにはならないけれどね。ドクター、私は PRTS のようなプログラムではないの。ほら、この体に体温はないけれど、笑ったりはするわ。ロドスは戦争を乗り越えたのだから、そろそろ元の航路に戻るべきね。インフラの改善から始めたらどうかしら。会議室をいくつか開けて、病室に改築するとか。私の意見が欲しいの？ドクター、言ったでしょ？私はテレジアではないわ。ロドスアイランド製薬会社。陶器はアーミアの故郷なのね。この薬はすべてケルシーが開発したものなのかしら。どうして私が残念に思うの？バベルの使命はもう終わって、ロドスは引き続き病気と痛みを癒す旅を続けるのよ。テレジアだってきっと嬉しく思うわ。私は自分の選択を後悔したことはないの。持てる力の限りを尽くして希望を未来に残したのよ。いずれ時が傷を癒して愛がその後を薄くするでしょう。長い夜の後にロドスは朝日を迎えることになるのよ。たくさんの人が道半ばでいなくなったけれど、私はここに残って結末を見届けるつもりよ。アーミアはやっぱり華奢すぎるように見えるわ。この年頃の子ならもっと背が高いものじゃないかしら。本当にちゃんとご飯を食べているの？彼女がどれだけこの子の今の姿を自分の目で確かめたかったか、少しでも長く成長を見守っていたかったか。本当ならそれは叶うべきことだったのに、ケルシーはやはり私と話をしたくないようね。この王冠に向かって質問をするときですら、私の目を避けるの。文明の存続は彼女の過去を知っているから、彼女が抱える孤独を理解できるのに、枷を解いてあげることはできないの。ドクター、もしかしたら、あなたならいつの日か、彼女と一緒に生きる意味を見つけられるかもしれないわね。ドクター、あなたの目にはいつも後ろめたさが見えるわ。だけど、考えてみてちょうだい。そのものが誰であるかを決めるのは記憶なのかしら。記憶を失ったあなたと、彼女の記憶をただ持っているだけの私の二人で、どうやってあのわだかまりを解くというの？時間があるなら、アーミアとケルシーのそばにいてあげて。過去にとどまったままなのは、彼女だけで十分よ。ドクター、疲れたの？それなら、少し休んだらいいわ。誰だって、穏やかに眠りにつく権利を持っているの。あなただってね。ここにいるわ。今、映っていたのは、アーミアじゃないかしら。この手で渡したメダルは、すべて覚えているわ。こうした儀式は、ある種の約束でもあるの。ロドスは決して理想を諦めず、払われた犠牲を無駄にはせず、
共に歩んだ人々を忘れることはない。私たちは今も一番初めに思い描いていた道を進んでいるわ。ええ、まだたくさんの人たちが私を必要としているのね。心配しなくて大丈夫よ。今度はもういなくなったりしないから。あなたは私たちをもう一度勝利へと導くのかしら。ドクター、私はロドスの戦士たちと共にあるわ。ロドスの戦士たち、凱旋を願うわ。あなたたち全員の悲しみが聞こえるわ。ドクター、あなたの指揮を信じているわ。安心して、私がいるわ。アーミヤ、私の後ろに隠れていてね。私はここにいるわ。ずっとそばにいるからね。あなたたちのことは誰一人忘れないわ。あなたたちの信念も尊ぶべきものよ。そのまま前に進んで、私も一緒に行くわ。泣かないで。すぐに終わるからね。いつかきっと私たちが炎を灯し、朽ち果てるすべてを燃やし尽くせる日はやってくるわ。あなたはいつだって全部計算済みで、自分の計画通りにすべてを動かすことができるのよね。違う？あなたがいなかったら、みんなの被害はもっと重かったかもしれないわ。ありがとう、ドクター。私たちはきっと、この痛みを乗り越えることができるわ。ロドスはここで終わらない。新しいセキュリティシステムは、私のことがわかるかしら。わ、驚いた？あなたのことを見ているわ。ドクター。アークナイツ。明けましておめでとう、ドクター。昔に比べて、随分と賑やかになったわね。まだまだやるべきことはたくさんあるけど、今、この時の平穏もとても貴重よ。ドクター、私の代わりに、このお話の本と人形を子供たちに渡してあげてくれるかしら。テレジアはいつもそうしていたの。プログラム起動。訪問者確認。ドクター。おはよう。ロドスアイランド。この名前にはとても優しい印象を受けるわね。声に出して読み上げた時に思い浮かぶのは、きっとすごく温かな記憶だわ。ロドスにはこれからも変わらず、たくさんの人の希望を乗せて進んでいってほしいわ。この先、彼女はもっと多くの人々の家になるのよ。クロージャがくれたこの蓄音機。使い方は、これで合ってるかしら。聞こえるかしら。今日はロドスアイランドの正式な航行開始日よ。とても嬉しいわ。思えば、初めて会った時のこの子は、大きさこそ立派だったけれど、ボロボロだったのよね。クロージャは本当にすごいし、力を貸してくれたケルシーにも感謝しないといけないわ。止まっていた動力炉が息を吹き返した時、甲板では足元から振動が伝わってくるのが感じられたの。荒野に沈む太陽が一筋の影を描き出して、燃えるように鮮やかな空の下、宇宙が私たちの旅の友になったわ。航行は安定していて、頼もしかった。
ロドスアイランド。本当に素敵な響きね。これからたくさんの人の家になってくれることでしょう。あら？メモリーが不足していますって、どういう。新しいオリパシー治療薬の実験は失敗に終わったわ。みんなの前で私は平静を装うことしかできなかった。ケルシーは早くから今回の実験の成功率は非常に低いと言っていたけれど、ほんの少しでも実現の可能性が見えると、どうしても期待が大きくなってしまうの。考えずにはいられないのよ。オリパシーが不治の病ではなくなったとき、カズデルはどうなるかしら。この大地はどのように変わるのかしら。生まれながらに死の宣告を抱える赤ん坊はいなくなるわ。子供と両親の団らんも。その時には贅沢な願いではなくなる。それどころか両親の親にだって。感染者の一生はあまりに短い。もしも与えられた時間がもっと長くて、この大地をじっくりと見て回ることができるなら。ねえ、ケルシー。この夢はいつになったら現実になるのかしら。近頃は収容される病人が多くて、また病室が不足がちになっているわ。こういう時はいつも船がもう少し大きければと思ってしまうけれど、クロージャはとっくに徹夜で改築工事を進めているから、これ以上を求めてはいけないわね。最近ロドスに来た感染者たちには、とても幼い子供たちがたくさんいるわ。この大地は子供だからといって特別に慈悲を見せることはない。でも子供たちはどんな時も変わらない希望よ。ただこの船には子供の相手がうまい医者はあまりいない。あの子たちは確かに可愛いのだけど、聞き分けが悪い時は困ってしまうものだわ。それにアスカロンまでますます自分の体を顧みなくなって。あら、アスカロン？どうしてここに？いいえ、名前を呼んだわけじゃないの。雪が降り始めた。今年の冬は物資の補給が難しくなりそうよ。近くの村はどこも不作で、カズデル市内の状況が心配になるわ。でも、甲板で雪遊びをするみんなの姿を見かけると、やっぱり雪というものは嫌いになれないわね。夕方に差し掛かる頃には、甲板は雪だるまでいっぱいになっていた。残念ながら、動力炉が動き出せば、すぐに溶けてしまうけれど。サーミの北の方には、決して溶けることのない表現があると聞くわ。サイクロプスたちは、今は一体何を。アーミア、もう寝る時間でしょ？お腹が減ったの？私もちょうど小腹が空いてたの。こっそり食堂へ行って、まだ野菜パンケーキがあるか見てみましょうか。アーミアは眠っている時でも両耳が動くのね。
アーミヤ、相談もせず勝手に決めてごめんなさい。でも私たちの出会いはきっとあなたが嫌いな未来を変えられるはずよ。私はそう信じているわ。よく考えるの。あなたはこれから誰と共に歩み、どのような未来を選ぶのかしらって。バベルはあなたたちの温かい家になるわ。養路から取り出した小さな火花はいつの日かきっと多くの人にぬくもりを届けるでしょう。アーミヤ、私は残された時間をあなたと一緒に過ごすわ。あなたの成長に寄り添い、一緒にこの大地を見て回る。少し疲れたみたい。アーミヤ、ベッドをちょっと借りるわね。おやすみなさい、アーミヤ。ドクター、いつの間にかこの船で一緒に過ごした時間もそれなりに長くなったわね。あなたは自分のことをいずれ去るものだと言うけれど、それでも私たちのもとに来てくれたのを嬉しく思うわ。私にはあなたがいた時代を目にする機会はなかったけれど、当時の人々は天災の影響を受けることなく、オリパシーに悩まされることもなく、言葉や思いを瞬時に伝えることができたそうね。素晴らしい時代だったのでしょうね。でも、たったの一人で万年もの歳月を飛び越える旅路に着いたのなら、あなたはきっとこの大地に期待をかけていることでしょう。これからもどうかアーミヤやケルシーのことをそばで見守ってあげて、ドクター。再びこの世界を愛し、もう一度希望と未来を選択してくれると信じているわ。ドクター、ありがとう。